皆さんこんにちは。7月19日火曜日、マドリッドの SNJ 日清文化協会メンバーズハウスよりお伝えしています。ただいまの時間、スペインの現地時間で、間もなく11時になります。そしてお天気はいつものごとく晴れ、外の気温は29度、湿度は 20% 未満、そしてこのお部屋の中の気温が30度、湿度 28%、 ちょっと暑い感じです。はい、今日はですね、スペインのニュースではなくて、写真で旅するスペイン、このテーマでこれだけに、絞った番組としてお届けさせていただきます。今まではそのスペインのニュース、それからスペイン関係のその余談だとか、そういったものとこの写真で旅するスペインっていうのを一つにまとめた形のね動画でお伝えしていましたが、それですとちょっと動画の時間が長くなってしまうということで、分けるということになりまして、この写真で旅するスペインだけで、お伝えさせていただくのは今日が初回となります。でもその、写真の流れをですね、これまでにお伝えさせていただいたものの続きとなりますので、過去のこのコーナーをご覧いただいていない方は、流れがずっと続いてますので、そちらの方からよろしければご覧ください。で、今日はですね、いつもこちらを向きながらこちらにあるテレビの画面に、写真やニュースを映しながら私はお話しさせていただいてましたが、今日は私の目の前にノート型パソコンを持ってきました。ということで横を向いてじゃなくて前を向いてお話しさせていただきますが、ノート型パソコンの画面がちょっと下にありますから、私の視線がちょこちょことこう下をね、の方に向くことは避けられないと思います。ということで、できるだけ前を向いてお話ししますが、写真を見るためにはどうしても下を向かないといけませんのでよろしくお願いします。この写真で旅するスペインですが、ずっとスペインの北の町アストゥリアス地方のねヒホンという町を旅している、その時に撮った写真が続いていますが、今日の1枚目、今までにもご覧いただきました例のカモメですね、ガビオタ・レイドーラ、笑いカモメ、泣いている声が笑っている声のように聞こえるところから笑いカモメと呼ばれているね、スペイン語でガビオタ・レイドーラが、水面に少し顔を出している岩に着地しようとしているところを捉えた写真から始まりました。はい、2枚目に行きます。海辺から少しね高台の方へ登っています。これまでにすでにこの高台へ夜景を撮りに登った時の写真が何枚か出たと思いますが、今日の写真ではその日中ですね、昼間の明るい時間帯にこの丘に登った時の写真がここから始まります。結構な登り坂です。これ登ると、これ夏場ですから、かなり暑くなる、結構な登り坂でした。それほど人は多くありませんけどね、見てますと。はい、次の写真に行きますと、青い海がね広がり始めます。この景色だけを見ると一体ここは日本なのかスペインなのかどこの国なのか分かんない感じです。自然のねこういう景色だけではちょっとどこにいるのか分かんない、そんな感じですから、この青い海のそして青い空の景色を軽くご覧いただいて、さらに次の写真へと進んでいきます。はい、引き続き海が映っていますが、ヨットがね何艘か浮かんでいます。これまでにこのコーナーでこのすぐそばにそのヨットスクールって言いますか、その船ボートそういったものをね会員制の学校があるということも少しお話ししました。ということでこの辺りはいろんなタイプのそのヨットとかボートとかそういったのがね目につきます。はい、さらに進みますよ。遠方に砂浜を含めた、岸辺がねずっと伸びているのが見えています。この写真で見るその反対側、対岸ですね、あちらの方までそのうちねずっと歩いていきますから、逆にあちらからこちらを眺めた写真なんかも出てくると思います。本当にね散歩するにはいいところがねずっとこう続く、そういう街ですよ。さらに進んでいきますと、ちょっと不思議なね、オブジェといいますか、
なんだろうこれっていうのがね、近づいてくるとすぐに目を引きます。これは確かにね、なんだろうと思ってみんなそこにこう足を運ぶっていうなんか不思議なものが置かれてますが、これ要するにこう近代アートといいますか、近代芸術なんですけどね、大きななんかコンクリートか石か分かんない、そういったもの塊がドーンと見えてきます。でもってこれに近づいてみます。次の写真、何の変哲もないなんかこうコンクリートの塊みたいなもんなんですが、なんかこう丸い形してるんですよね。でちょっとこの写真だと近寄りすぎた感がありますから、もう一枚先の写真に過ぎますよ。少しだけ距離を置いて見ています。はい、こんな感じのものがドカーンと置かれています。これ何かと言いますと、ここいわゆるその展望台って言いますか、見晴らし台みたいな感じで、広い海を見渡せる。さらにね、この丘っていうのはずっとこうやって歩いていきますと、その丘の形に沿ってずっとカーブしていて、いつの間にか気が付いたらまた来た時と同じような方向に向かって歩いてるっていうぐらいぐるっと回ってこれるんですけどね。それでその高台から下に降りるところは1箇所はなくって何箇所かありますから、降りる場所によってなんて言うんでしょうね、その下り坂どこを取るかによって街のどこにたどり着くかってまた違ってくるっていう、ちょっと方向音痴の方にはあれ今私どこにいるんだろうと思ってしまうような、そういった地形になってるんですけどね。その丘全体が展望台で、いろんな方向向く方向によってこっちの海が見えたりあっちの海が見えたりこっちの岬が見えたりっていう、そういう展望台です。その展望台の一角に置かれたこの不思議なちょっとこう円柱状のようなね、でもこう空間が空いているこの不思議なこの、アートは一体何かと言いますと、この下に立って上を見上げるとこう半円形みたいなこう丸い形のものがあるわけですが、その真ん中の真下に立って海を眺めると海の音がありますよね。その波の音って言いますか、海の音、それからその周りにそれを吹く風の音がありますから、そういった海の音とかそういった風の音がこのオブジェに当たって反射して、それがこう耳にこう集まってくるということで、そういった海の音、風の音、そういったものが倍増して、人間の聴覚に感じられると、さらに強くこの海を感じてくださいという、そういう、モニュメントなんです。秘宝に行かれることがあればね、一度この丘に上がってそこで海の音を聞いてみてください。その次の写真になりますと、今のこの近代アートを少し離れて違った角度から見てます。いろんな姿に見えるんですね。そしてこの丘の上を歩いて違う下り坂から降りないでまた登ってきた時と同じところから我々はこの時は降りていました。そうするとまた今まで何とかご覧いただいたサンペドロ教会に向かって降りてくる形になります。はい、そしてさらに進みますとまた、何度かご覧いただいたね、そのビーチっていうのは英語ですね。スペイン語で覚えてますか？プラジャまた、プラジャが見えてきましたが、このプラジャの状態をねよく、今回この写真で覚えておいてください。これ完全に引き潮となっている状態なんですね。ですから手前にすごいこう岩場がね、荒々しい岩場ではありませんけども、岩場が完全に露出していて、そして前方にドーンと広い浜が広がってますが、これは完全に引き潮の状態なんです。この後また出てくるね写真では全く雰囲気が変わってしまいますから、ちょっとこれを覚えておいてください。はい、そしてさらに進みますよ。急にこう雰囲気が変わります。これは一体何かと言いますと、例のそのサンペドロ教会の前にちょっとした広場がありましたけども、その広場の地下なんです。何回か前にね少しお話ししたと思います。サンペドロ教会は新しく建て直す時に多分もともとあった場所よりもちょっとこうずらして場所をね、建て直したことになってるんですけども、そのもともとあった場所にもう一回新しいのを建てようと思うとすると、地面を掘ってですね土台作りから始めないといけない。ところがあの辺りっていうのはもうローマ遺跡でいっぱいなんですね。地面を掘るとローマ遺跡でいっぱいなんです。でそれを壊してしまうわけにはいかない、保存しないといけないっていうんで、遺跡にダメージを与えないために新しくその教会を作り直す時にちょっとこう動かしたわけですね。
で、地下に残っていた、かなり傷んではいますが残っていたローマ時代の遺跡をできる限り、そのまま保存しようということで今、そういう博物館みたいな扱いになっているわけです。でその教会の前の地面の下に入れるようになっていまして、その中の様子を何枚かねここでご覧いただきますが、石だとかちょっとレンガのような感じのものを使ってね、作り上げた昔のこういう建物、建築物の跡を見ています。1枚目ね、はい、次の写真に進みますと、その柱だとか石を使った柱だとかこうアーチだとかこういうのがよくわかりますよね。これ結局その何て言うんでしょう、下の階、そして柱とかアーチで持ち上げて上の階とあるわけで、例えばその下の階はそのお湯とかね、それからそのスチームって言いますか湯気とかでいっぱいになっていて、そしてそれで温められたその石の床があって、その上に寝そべるためのそういうスペースとかね、そういったものにも使われていたようです。はい、さらに次の写真に行きますと、やっぱりその下の階上の階というこう段差って言いますかね、その階層があるのがよくわかりますね。この写真ではちょっと、遠くの方に石の棺のようなものが見えていて、人間の、骨、人骨のようなものが見えてますが、この骨は多分もしかしたら、こんな感じで人骨がありましたっていうことを見せるために、模型が置かれているのかもしれませんね。次の写真、ちょっとこれね目を引きますよね。何だろうと思いますね。これね、ローマ時代のその遺跡を見るのに入ったところにこういう写真があったんで、一体何だろうと、パッと見てあれペンギンかなと思いますよね。ペンギンの写真がある、何かなと思って、そこに書いてある写真の説明がスペイン語でありましたので、これちらっと目を通してみますと、そのローマ時代のこの秘本について触れてあるんですが、ローマ時代の秘本には牛、羊、ヤギ、豚などが食用のその家畜として飼われていた。つまりその家畜としてね、ちゃんとね、なんて言うんでしょう、養豚場の小屋みたいなのあるじゃないですか。それ牛舎とか、ああいったその一定量のその頭数を入れておくその小屋みたいなのがちゃんとあって、そこで家畜として飼われていたっていうのが、分かっているようです。ローマ時代からね、この秘本では。また馬とか犬とか鹿とか猫、そういった獣の骨も確認されていると。そしてこの写真の主となっている、これペンギンですけども、日本語ではどうやらオオウミガラスと呼ばれているようです。オオウミガラス、日本語でどうしてこういうふうに呼ばれているかっていうのをなんとなくそうらしいですと私が言えるかっていうと、皆さんもよくご存知のウィキペディアっていうのを見ると、スペイン語で最初調べて、それの日本語版があると、その日本語版中とクリックするとね、日本語の説明も出てくる、そういったものも項目もウィキペディア多いですが、どこまで正確性がねあるかどうかは別として、そのね日本語とスペイン語で普通の辞書では調べにくいようなものとかね、そういったのを時々私もウィキペディアは利用しています。魚のなんとか目とかなんとかかとかね、そういったことを知るには結構利用価値の高い、ところがありますね。ちなみに私は利用させていただいているので、今まで何度かウィキペディアに寄付したことはあります。大きな金額はできてませんけども、何度か寄付はさせていただいています。はい、話を戻しますと、日本語でオオウミガラスと書いてありました。すでに絶滅したペンギンのこういったね、跡も発見されているこの秘本ですよ。なんかペンギンっていうとなんか寒いところっていうイメージありますけども、このイベリア半島ね、特にこの秘本だけじゃなくってね、もっと南の方のマラガとかね、そういったところでもこのオオウミガラスペンギンのなんかその骨って言いますか、そういったのは、跡は発見されているようです。でこの写真にあるペンギンは一時期油を取るためとか、その卵、これが食用としてね食用となったようで、その乱獲が進んで、それが主な原因となって地球上から絶滅したそうです。1844年にアイスランド南部で捕獲されたのが最後で、その最後のペンギンさんは剥製になっているそうです。
なんかついでにその後ネットで読んでると、これが最初のペンギンで、後々にその南極だか北極だか忘れましたが、その何種類かいろいろとこう見つけられたペンギンたち、今我々が知っているペンギンたちをペンギンと読むようになったのは後で、最初にペンギンと呼ばれたのはこれらしいです。これが最初で、これはもう絶滅して地球上にはいませんけども、その後これと似てる動物たちが発見、動物っていうのか鳥類っていうのかが見つかって、それをペンギンと呼ぶようになったっていうようなこともどっかに書いてありましたね。はい、ということで、このローマ時代の遺跡、いろんなもの見られますから、日本に行かれる方はね、ここもおすすめだと思います。はい、そこを出まして、次の写真、さっきのプラジャ、浜があったビーチとは反対側の、海の方へとやってきました。何しに来たかっていうと、こちらの方にね、なんか美味しそうなレストランが並んでたんで、お昼ご飯食べるとこを探しにやってきたんですけども、こちらはその浜ではなくってヨットとかね、船とか、いろんなそういったものがこう並んでるんですが、そういうところっていうのはある程度深さがあって、浜と違ってね、ある程度深さがあります。そこをこう覗き込むと、日本と同じような風景が大体ありますね。次の写真です。こういうところを船着き場を覗き込むと、決まって目につく魚、日本でも多いです。これ何でしょう、分かりますか？ボラですね。ボラ。日本でボラを食べたことがあるっていう方は少ないんじゃないでしょうか。多分普通魚屋さんでも見ないでしょうし、魚釣りをする人が時々釣ってきて食べるか、あるいは中には釣れたけどボラは持って帰らずに捨てちゃうという人もいらっしゃるかもしれません。だけどもボラの卵は食べるんですよね、日本でね。不思議とね、カラスミって呼ばれてるやつです。ボラそのものはあまり珍重されてないことが普通だと思うんですが、なぜかその魚卵だけはものすごく珍重されているという不思議な魚です。スペインではどうかというと、一般的に魚屋さんでボラを置いてるのは見たことはありません。普通ね、スーパーの魚屋さんでボラが並んでるとか、そんなに見たことないです。でも、コロナ危機が始まる前に私がよく行っていたこの近所の市場の魚屋さんは、スペイン全国からいろんな魚を取り寄せてきて、いろいろと新しい魚をね食べさせてくれた、気に入って行ってたんですけど、そこではボラは何度か見てますね。我々もボラを買ってきて、スペインのボラを買ってきて食べたことはあります。日本でももちろんで魚釣りしてましたから、ボラ食べてますけどね。通常ボラっていうと加熱調理すれば問題ないんですが、日本ではどうでしょう、釣り人たちの間でも普通は沖ボラって言って、沖で取れるボラは美味しいけども、その船着き場なんかで港なんかで泳いでるやつらはこれ取って食べてもあんまり美味しくないっていうのは一般的かもしれません。でも生食にすると確かにその沖ボラと、陸地に近いところ、船がいっぱい止まってるところにあるボラとでは差があるんですが、加熱調理してちょっと濃いめの味をつけてしまうと、そんなには気にはならないかもしれませんね。食べたことない方は一度日本のボラも試してみてください。ボラっていうのはちなみにスペイン語でムホールと言います。ムホール。はい、こんな魚なんかも見ながら海沿いを歩いて、じゃあここに入ろうかというレストランに入りました。随分歩きましたからね、ちょっとこう食べないといけないんですが、まずは野菜補給ということでサラダを取りました。レタス、レチューガ、そして赤ピーマン、ピミエントですね、ピミエントロホ、そして、ツナ、アトゥンですね、アトゥン、そしてオリーブですか、アセイトゥーナが入ってます。そしてホワイトアスパラゴスが入ってます。そして、固ゆで卵、ウエボス、コシードス、ドゥロスでしょうか。こういったものが入ってますね。はい、野菜を食べて、はい、この時頼んだメインの一つが、この日の朝入ったこの地の海で採れた、小さいイカ、チピローネスですね。チピローネス。店の人に何度も確認しました。本当にこれ嘘じゃなくって、ここで採れたやつかって、絶対ここで採れたやつだっていうんで、
別にチペロニアス珍しいわけじゃないからいいんだけど、ここで取れたって本当に言うんだったら、じゃあ今朝上がったやつだっていうのは食べてみようということで頼みました。美味しかったですけどね。こういう料理スペインで食べるとき大体何を使ってるかっていうと、まず間違いないところで、オリーブオイルでしょ、でニンニクでしょ、塩、これは間違いなく使ってます。あとはこの写真よく見てると、もしかしたらちょっと玉ねぎが入ってるかもしれませんね。甘みをつけるために玉ねぎが入ってるかもしれません。それからあとはそうですね、好みでワインビネガーをちょっと加える店もありますね。ちょっと酸味をつける。それからあと日本食、和食の文化ですとよく日本酒または料理酒と呼んでますが、日本酒を、使うことありますが、それと同じようにこちらでは白ワイン、もちろん赤ワインを使う料理はありますけども、こういう料理で赤ワインの色をつけたくないとかね、あとやっぱり白ワインの風味の方がいいということも多いでしょう。そういう時に好みで白ワインを使います。白ワインっていうのはいろんな味の白ワインありますから、甘みをつけたい、ちょっと強めに甘みをつけたいときは別にお砂糖とかそういったものを使わなくても、甘みを多く強く残した白ワインを使えばそれでいいことね。ですから日本でみりんを使うように甘めの白ワインを使うこともあります。日本でもし酒飲みにとってはこの白ワイン甘すぎんなっていう白ワインを買ってしまったらどうしようっていうようなことがあれば、お料理にね使ってみてください。美味しいです。はい、そして次の写真いきますと、海辺に行きますとね、旅しますとどうしても毎回海産物ばっかり食べてしまうんで、それじゃあ海産物のありがたみも減ってきますし、ちょっと飽きてもきますから、肉もちょっと食べようかということで牛肉をね少し取りました。パタタスフリータス、フライドポテトがついてます。これだけを2人で食べて昼食終了。そしてお店を出ました。次の写真です。例のそのヨットハーバーみたいになってるとこね、こじんまりとした、港ですが、その後ろに並んでいる建物も綺麗ですし、いい街並みですよね。綺麗な街だと思います。次の写真、はい、これスペインでよく見かけますね。この赤い四角い枠で囲まれたものが立ってますが、その中にヒホンという町の名前が埋め込まれています。これも一つの芸術作品でしょうけども、ヒホンとね書かれた文字が赤枠の中に組み込まれていて、どうぞよければここでヒホンに来た記念撮影をしてくださいという、そういう場所になってるんですね。でそこで待ってると次から次へと旅行者がやってきて、ここで写真を撮っていく様を見ることができます。でなんとなく写真写りの良さそうな女性が2人来たところで1枚撮らせていただきましたはい、そして今まで何度か出てきましたその市役所のあるマジョール広場ですね。マジョール広場を通ってまた浜のある方の海へと行きますと、はい、どうでしょう。この海の写真、さっきまで今まで何枚かご覧いただいた広い砂浜があった海とは思えないですよね。完全に満潮となってきました。砂浜プラジがきれいになくなってきました。はい、次の写真、浜がなくなってきて、浜から追い出された人たちがこれちょっと残ってる、もう少し高いね岩へと登ってきてるわけですね。次の写真でちょっと、離れてみますと分かりますでしょうか。さっきの写真で岩に乗っかってた人たちがいましたが、そのみんなが乗っかってた岩っていうのが、次の写真ではだいぶ遠方、教会の横あたりにちょっと突き出てるところね、そこにさっきの写真で何人か若い子たちが、日光浴をしているところです。はい、さらに進みますと、潮が満ちてきた浅瀬ですけども、そこにまた、頭の茶色いねカモメが、チャプチャプと浮かんでいます。綺麗ですよね、水ね。そして次の写真で、浜から追い出された人々が道路に避難しているのが分かります。浜に寝そべっていられなくなったわけですよね。はい、そして次の写真で
手前の浜が全部なくなってしまって水に覆われてしまって、ずっと遠くの方だけまだちょっとこう、浜がね残ってるのがなんとなくわかるかなっていった感じ。あれだけの綺麗な白浜がみんななくなってしまいました。はい、さらに進んでいきますと、こうやって浜がなくなったところに立つ教会、そして、この写真の左側、浜から道路へ登っていくためにあった階段といいますか、上り坂、それももう半分以上完全にこう海にね沈んでしまっているのが分かります。とこんな感じでね、干潮時と満潮時ではこれだけここの、砂浜は変わってしまうんだっていうのがね、よくお分かりいただけたと思います。はい、ということで今日の、写真で旅するスペインはここまで。今までと違って写真の枚数が随分増えましたから、少しこうストーリーを持ってね進めることができたのではないかと思います。またこの続きは次回ご覧いただきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。